見ていただきありがとうございます。で、改めて自己紹介をすると、私は10年間フランスの海外圏のレユニオン島というところに住んでいて、この春10年ぶりに日本に帰ってきました。日本での暮らしが10年ぶりで、正直懐かしさと戸惑いが毎日入り混じっております。今日はそんな私が帰国して3ヶ月で感じた気づきについてちょっとお話をしたいと思います。Allez, on commence? C'est parti! よいしょ。近っ。めっちゃクッションとぬいぐるみがいっぱいあって申し訳ないまず一番に感じたのが人との距離。フランスだとやっぱ知らない人でも気軽に話しかけてくれたりとか、カフェとかレストランでたまたま隣になっただけでちょっとお話をするとかもよくあって、なんで人との関係がもっとすごくオープンでカジュアルだった気がします。だから日本に帰ってきたばっかりの頃はおしゃれなね店員さんとか見て、爪かわいいとかその髪型素敵とかめっちゃ言いたいんだけど、でもやっぱりちょっと言わない方がいいのかなとかちょっとためらってました、正直。でもね、ある日ちょっと勇気を出してそのネイルすごく素敵ですねって言ってみたの。そしたら店員さんがすごく嬉しそうにしてくれて、それからはそういう気持ちの時はちゃんと伝えるようにしてます多分ね、傍から見たらちょっと変な人かもしれないんだけど、でもさ、やっぱ自分が身につけてるものを褒められるって嬉しいじゃん。だからそれを大事にしようと思って伝えるようにしてます次に驚いたのが日本のサービスの丁寧さとスピード感です。やっぱ日本は丁寧で正確で、しかも早い。店員さんの接客も細やかで、本当にありがとうございますっていう感じです。だから安心感があるなって、暮らしていく上ですごく大事なことだなって改めて思いました。あとは家事とか暮らし方にも結構いろんな違いを感じました。例えばね、ゴミの分別、日本ってさ本当に細かいのよ。紙、プラ、生ゴミ、缶、ペットボトル。フランスはすごくシンプルで、ブベルグリーっていう普通ゴミとブベルジョンっていうリサイクル用のゴミ箱の2つだけになります。ブベルジョンが紙とプラスチックを捨てるゴミ箱になるんですね。だから帰国してからはついその感覚で紙とペットボトルを一緒に入れちゃって、やばってちょっと焦りました日本に帰ってきてから一番嬉しかったのがやっぱ季節を感じれること。私が帰国した頃がちょうど桜の時期で、あっちこっちにピンクの桜が咲いてて空気がふわっとしてて、その風景を見た時に日本に帰ってきたんだなってなんかすごく実感しましたね。今はちょうど夏になっていく途中で新緑の香りがして、その時に行くとそろそろ小学校も落ち着く頃だなってなんか思ったんですね。でその時に気づいたのが、私って季節の香りで時期を判断してたんだなっていうことに気づきました。だってさ、これってきっと多分日本ならではの感覚な気がする。なんか空気の匂いとか風の感じとか、そういう自然の中にある季節のサインみたいなのがなんか肌が覚えてるんだなって、なんか自分でもびっくりしましたよいしょで、あとね、ちょっとした逆カルチャーショックもあって、小学校に通い始めて気づいたんだけど、日本の子供たちめっちゃしっかりしてるなっていうのを気づきました。なんかもちろんね、1年生はまだふわふわしてる子とかが多いんだけど、5年生6年生ぐらいになるとほんと大人みたいにすごくしっかりしてる子が多くて、それにすごくびっくりしました。下級生の面倒を見てる姿を見て、日本の教育ってすごいなってなんか改めて感心しましたね。今のがお友達と投稿してるんですけど、これもね本当正直最初めちゃめちゃドキドキでした。というのもフランスだと基本的に親が送り迎えするのが当たり前なんですね。子供だけで登校イコール危険っていう認識があるので。でも日本では上級生の子が一緒に歩いてくれたり、地域の人たちがね通学路で見守ってくれてたりもするので、すごく安心できる環境だなってなんか改めて思いました。なんか私もそうやって育ってるはずなんですけど、親になって気づくこととかもあるので、なんかそういうのですごく実感してますね今。あともう一個すごいびっくりしたのが、エリアによって人の雰囲気がめっちゃ違うなって
気づいた。やっぱ田舎に行くとおじいちゃんおばあちゃんが多くて、都会に出ると若い子とか、親子連れの方が多い。あと品川過ぎたあたりから急に外人が増えるなので、うちの近所はねそんなに観光客っぽい外国人の方はいないんだけど、だからなんか日本って面白いなってすごく思います。はい、というわけで3ヶ月暮らしてみて、改めて日本の良さにも気づけたし、フランスの良さにも気づけた気がします。どっちがいい悪いとかではなくて、どっちもね大事にしながら暮らしていけたらいいなって思いました。これからもフランスでの経験を生かしながら日本での暮らしを楽しんでいけたらいいなと思います。やっぱりね、10年前のフランス生活を経験していない時の私と10年間のフランスでの生活を得ての私で、やっぱり自分の中で違うなっていう部分もあったりするので、そこはねまたおいおいビデオにアップしていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.